皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、韓国の選手と対戦していた日本の卓球女子選手、伊藤美誠選手による妨害ライトが当てられていた件について、その犯人が分かったので、皆さんにお伝えしようと思います。この事件というのは、日本の伊藤美誠選手が韓国の選手と対戦している時に起きました。取材陣の用意したカメラについているライトから非常に強い光が当てられていたために試合に支障が出ることを考えて伊藤美誠選手が審判を通してライトを消してもらったという出来事です。当然のことですが、強い光を当てられればその残光が目に残りますから、試合に影響が起こるのは当然のことです。ですから選手自身が申し出ることによってこのライトを消させたというのは当然の出来事でしょう。そしてそのような妨害とも取られるような行為をしていたのは当然韓国側のメディアであろうということがインターネット上では大いに拡散されているような状況です。ところが真相を開けてみると、どうやらそうではなかったよという話が出てきています。一体どのような真相なのか、ニュースを見ていきましょう。伊藤美誠に妨害ライト、韓国メディア犯人説が流布するもようやく分かった真相。その事件は7月28日に起こった。卓球女子シングルス準々決勝に臨んだ伊藤美誠が第4セット序盤に審判にジェスチャーでアピールし、取材陣のカメラライトが眩しいと訴えたのだ。結果は伊藤の勝利だったものの、対戦相手のチョン・ジヒが韓国の選手だっただけに、この件のライトは韓国メディアの妨害工作だと批判の声が上がった。しかし、本件をめぐっては SNS 上に、韓国のメディアがわざわざライトを使って伊藤美誠選手の妨害していた。韓国のカメラマンがカメラのライトでコインに目を照らして試合を妨害していることが発覚といった意見が散見される。中には伊藤選手の妨害が目的ではなく、光を当てることで韓国選手に球をよく見えるようにする効果があったなんて分析もなされているが、いずれにせよ韓国側の仕業を問う見方である。東京オリンピックをめぐっては、選手たちに福島県産の食材を食べないよう指示したり、選手村に反日横断幕を掲げたりといった行動をとってきた韓国。それだけに負の感情を持つ日本国民も少なくないだろう。だが、いえいえ、あれはスッキリのクルーなんですよ、と小声で打ち明けるのは日本テレビの関係者である。ネットで出回っている NHK 中継の画像を見ましたが、右端に森圭介アナが映っていますし、他にも下顔が映っています。もちろん彼らに伊藤選手を妨害する意図なんてないでしょう。ライトがついているカメラの後ろにいるのは、以前スポーツ局にいた局員ですが、他のクルーは基本的に情報番組の人間。スポーツ取材の勝手が分からず、ライトをつけてしまっただけなのではと思います。ついうっかりというわけである。とはいえ、どうやらこの件でネトウヨ的な人たちが盛り上がっているのは、スッキリの人間も知っているよう。でもこれ幸いとばかりに、自分たちとバレてないからいいやという態度。そのせいで韓国犯人説がどんどん拡大してしまっています。私はたまたま気づきましたが、あくまで一番組のクルーなので、日本テレビが会社として把握しているのかはわかりません。では当の日本テレビは何と答えるか。当該クルーが日本テレビの取材班だったことは事実で、関係者の指摘を受けて対応しました。日本テレビは今後もルールにのっとって取材を進めてまいります。と、今回の件を認める返答をしたとのことです。そしてこちらがライトが眩しいと指摘された取材時の様子です。画面右端に映っているのが日本テレビの森圭介アナウンサーで、このことから今回の記事にもあるように日本テレビスッキリの番組の取材陣たちではないかということが明らかになったわけです。というわけで伊藤美誠選手に対する妨害ライト工作をしていたのは韓国側の取材陣ではなく日本のテレビ局のクルーだったことが判明しました。新潮の記事においてはその件について日本テレビに最後に問い合わせを行い、日本テレビ側もこれを認める声明を出しましたよということが書かれています。ですから今回の件をもってして、いやいやデイリー新潮の書いていることなんて全て嘘っぱちに違いない、韓国側がこの件を隠すために日本テレビ側が責任を負いかぶさったのだみたいな話をするのはちょっと無理があるでしょう。ただしこの件に関してきっと韓国側がやったに違いないと思われた方が多くいたとしても私は不思議には思いません。なぜならばつい最近も韓国の MBC 放送がこの東京オリンピックに際して様々な面で無礼を働きまくってますよということが伝えられています。
ですから状況証拠的に言っても韓国側がきっとやったに違いないと思い込むには非常に陥りやすい状態だったわけです。ただし間違った前提で批判してしまったことは事実として残るわけですから、韓国側がきっとやったに違いない、韓国側は今回の東京オリンピック取材陣からさっさと出ていけ的なような暴言を吐いてしまった人は、そのことについてはぜひとも反省と謝罪をしておくのが良いでしょう。間違いを認めることは決して悪いことではありません。そしてそれはそれとして、今度は日本テレビの方にも問題があることが分かりました。この件についてそれこそインターネット上では韓国犯人説というものが非常に拡散している状況の中において、自分たちが全く番組の中でこの件について触れていなかったというのも大きな問題なのです。ですから今回の記事にあるように、問い合わせを受けたから答えるようなこと、その程度でしか対応していないというのが私にとっては大きな問題だと思います。そして当然のように選手を守るべき立場の日本側の報道陣が強いライトを浴びせていたというこの基本を怠っていることもこれまた大きな問題です。照明が全く足りないような場所でライトをつけるのであればそれはわかるのですが、今回の件のように室内競技場において照明は十分焚かれている状況です。そのような時に自分たちだけがやたらと強いライトを浴びせる必要などあるでしょうか？全くないはずです。この件についてはそれこそスッキリの番組クルーだったよという話からも、普段はスポーツを専門にしていないからそのような初歩的なミスをしてしまったんだという言い訳は、それこそ日本テレビが正式な謝罪コメントを出すべきでしょう。一体誰が出したかもわからないような、本当はこうだったよみたいな、そんな言葉だけで記事に出てくるのは非常に日本テレビ側の不誠実な態度というものが現れています。私は以前にも皆さんにこの東京オリンピックの報道に対して3つの情報源については気をつけなければなりませんというお話をしました。その情報源の出所というのは韓国、中国、そして日本の報道陣ですよというお話をしました。そして今回はまさにその日本の報道陣から出た失態なわけですから、いかにも韓国側がやったなと思えるような情報であっても、ある程度慎重に見た方が良いといういい前例になったと思います。この件に関して韓国側の報道では、それこそ犯人説として大いに誹謗中傷されていましたから、それ見たことかと韓国側の方がやたらいきり立って日本側を批判し始めているようです。普段の行いがあまりにもひどすぎるためにすぐさま犯人に間違われたのだという事実もまた韓国側にしてみればもうちょっとは反省してもらいたいものです。普段から行いが良ければこのような韓国犯人説が一気に拡大することもなかっただろうにと。もちろん今回の件に関しては日本テレビのクルーが一番悪いのですし、その件について自分たちがやりましたよ、この件に関しては我々の失態ですということを名乗り出なかったこともまた日本側の責任です。そのような前提はありますが、もうちょっと韓国側の行動というものが普段からまともであればこのようなことは起こらなかったのになと思ってしまいます。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。